どうも、チャムプラネットペンペペンです。今回はブラウム大好き格ゲー初心者の僕がパルスコンボを使ったブラウムのおすすめコンボを紹介。格ゲー初心者さん向けに簡単で強いコンボを選んだからぜひチェックしてください。それでは行ってみよう。まずパルスコンボについて説明します。パルスコンボとはオートコンボ機能のこと。パルスコンボをオンにすると弱、中、強のいずれかのボタンを繰り返し押すだけでコンボができる。パルスコンボのオンオフの方法は2つあって、1つ目が設定から変更する方法です。設定の操作方法の一番上にパルスコンボのオンオフを切り替える項目があります。2つ目の方法がチャンピオン選択中です。画面右下にパルスコンボのオンオフのボタンが書かれているので、僕の場合だとキーボードで操作しているので U を押すことによってパルスコンボのオンオフを切り替えることができます。プレイヤーネームの横に紫色のマークがあればパルスコンボオンの状態。それでは実際にどのようなコンボが出るのか紹介します。おやつの時間がいい子だ。一つのボタンを押し続けるだけでこのようにコンボすることができるぞ。しかしこのパルスコンボは組み合わせることでさらに強いコンボをすることができます。続いておすすめのコンボを紹介します。敵との距離が近い場合や敵の攻撃をガードした後は弱から始めることをおすすめします。ブラウムはとにかく不破の盾をつけることが重要です。この不破の盾がとにかく強いので、不破の盾をつけれるかどうかがブラウムで戦う上での鍵となります。このコンボは対空をするときに使えるコンボです。続いて不破の盾がついている状態のコンボを紹介します。基本的に先ほど紹介したコンボの一番最後にスーパーもしくはアルティメットを使うことをお勧めします。ブラウムのスーパーとアルティメットについて紹介します。守る者のため S1 スーパーは壁に近ければ近いほどダメージが出ないので要注意。やめてるぞ。串刺しだ。やめてるぞ。串刺しだ。足りんか。おやつの時間が。いい子だ。僕のおすすめは基本的に S2 スーパー。氷盾がついていて壁から距離があるときはスーパー1をおすすめします。しかし、フューズがダブルダウンを使用する場合は S1 スーパーと S2 スーパーを使い分ける必要があります。守る者のためやめてるぞ。串刺しだ。パルスコンボはすごく便利で強いシステムだけど一部できないコンボルートがあります。ですが後ろを入力することでパルスコンボをキャンセルすることができます。その例を2つ紹介します。パルスコンボは 2XKO のとっても強いシステム。格ゲー初心者さんに特におすすめだからぜひ使ってみてくれよな。パルスコンボを使って良き 2XKO ライフを。次の動画ではブラウムの初心者向けコンボを紹介するからぜひチャンネル登録して待っててくれよな。それでは次の動画でお会いしましょう。ほな、またな。